この動画ではコンピュータデータのエクスポートとインポートについて説明を行います。この動画で説明するのは、エクスポートという用語とインポートという用語がコンピュータのデータを扱う上で意味することをまず解説します。次に、学ばプラス R 上でのエクスポートとインポートについて取り上げ、その事例として、小テストのエクスポートとインポートの実際をお見せいたします。そもそもエクスポートという用語はどういう意味でしょうか。エクスポートは X 外へポート持ち運ぶということで、最もよく知られている訳語は何々を輸出するという意味です。ここから転じて、コンピューターのシステムなどに登録されているデータを別のシステムに輸出する、つまり外に出す、移すということをエクスポートというようになりました。逆にデータを移される側から見ると、別のコンピューターに入っていた設定ファイルやデータなどを移す、自分の中に取り込むということで、インポート、何々を輸入するという言葉から転じて、データを取り込むという意味でインポートという言葉が使われております。学ばプラス R というですね、立命館大学の LMS システムにもですね、いろいろなデータをエクスポートしたりインポートしたりする機能がついております。エクスポートとインポートというのは要するにコピーなんですけれども、そうすることによって同じようなものをですね、作り直す手間が大幅に省略することができる、効率が良いということになります。エクスポート、インポートできるものとしましては、アンケートや小テストやレポート、プロジェクト、コンテンツなどが挙げられます。いずれも作るのに手間のかかるものですが、一旦作ってしまえば、あるコースサイトで作った、例えば小テストをエクスポートして別のコースサイトにインポートすることで全く同じものを作ることができます。手間が省けます。では実際に学ばプラス R 上の小テストをエクスポートしてインポートするまでの過程を見てみましょう。これは架空のコースサイトに入ったところであります。小テストタブを選択します。小テストタブに今このように3つの小テストが登録されています。このうちのですね、真ん中のやつを今回はエクスポートしてみたいと思います。管理という列のですね、歯車アイコンを押しますと、それぞれの小テストについてのメニューが出てきます。ここからエクスポートを選択すると、このデータをエクスポートすることができます。エクスポートするとですね、拡張子が MHT というファイルが保存されます。コンピューター上に保存されます。ファイル名はこんな感じになっていると思います。コースアンダーバー。ここはちょっと架空の数字が何か入ります。アンダーバー。で、小テストなので、エグザム、アンダーバー。で、またなんか数字が入ると。.mht という拡張子のファイル。これが中間ファイルになってまして、こいつをインポートすることで、全くエクスポートしたデータと全く同じものを再現することができるわけですね。はい、じゃあ、今、エクスポートした MHT ファイルをですね、インポートしてみる。別のコースサイトに入りまして、小テストに来ました。小テストの管理画面の一覧画面から、インポートというボタンを今度は押します。MHT ファイルのインポートの仕方は2通りありまして、1つずつインポートするか、それとも複数の MHT ファイルを ZIP ファイルに固めて一気に一括インポートするやり方があります。どちらを選んでいただいても構いません。小テストをインポートしました。ここで注意したいのは、インポートした小テストの受付開始日時や受付終了日時は、もともとのエクスポートされたデータを引き継いでおりますので、必要に応じて適切に変更する必要がある可能性があります。ここはちょっとご注意くださいということですね。このようにエクスポートとインポートを使いますと、データの作り直しの手間が省けますので、労力を大幅に削減することができます。ぜひご活用ください。